こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は Python での例外処理についてお送りします。プログラムを実行した時々エラーが発生することがあります。こちらのスライドでは xint-input 数値を入力してくださいという命令を実行した時に数値でなく文字を入力するとエラーが発生します。ここで発生するエラーはバリューエラーとなっています。こうしたエラーを防ぐには例外処理を使用し対処していきます。こちらが例外処理の一例です。トライ節には実行する処理を書きます。エラーが発生する可能性のある場合にはトライの後に命令を書いていきます。そしてexceptの後にエラーの種類を書きます。このエラーが発生した場合の処理を時下げして書いていきます。この例では字を入力した場合にバリューエラーが発生しますので、exceptの下に数値ではありません。もう一度というメッセージを表示するようにプリントメソッドを書きます。こちらは0で数値を割った場合のエラーです。この場合1を0で割ると0ディビジョンエラーが発生します。このエラー処理においては except 0ディビジョンエラーの後に例外処理としてプリントメソッドで0ディビジョンエラーが発生しましたと表示します。except 節の後に例外名 as 変数名と書けば、変数名に例外名と例外クラスが入力されます。こちらの例では、変数 e に例外名と例外クラスが入力されます。これを5行で例外名、6行で例外クラスをプリントで表示しています。except 節は複数書くこともできます。こちらの例では、2つのexcept 節を使用して、0で割った場合の例外処理と入力された値タイプの例外処理を行っています。トライ、except の他に else キーワードを使うこともできます。トライ節で例外が発生せず正常終了した後に行う処理を else 節に指定することができます。例外が発生して except でキャッチした場合は else の処理は実行されません。この例では A を B で割った場合に A が1、B が2の場合は正常終了します。この場合例外が起こらないので else 節のプリント一重引用符フィニッシュのエラー一重引用符が実行されます。結果は 0.5 となり次に else 節のプリントメソッドが実行されます。次に0で割った場合は7行の except 0 division error as e 節が実行されます。それではこの例外処理を前回説明した Python でのファイルダイアログの使用方法でのファイル読み込みに使用してみましょう。このプログラムにおいて、ファイルを適切に選択し、データ表示ボタンを押すとメッセージに、ファイルが読み込まれましたと表示し、読み込まれたファイルの内容をコンソールに表示するようにプログラムします。ここでエラーが発生する場合の処理の画面を見ていきます。左の例では、テキストボックスにファイル名が表示されていないのに、データ表示ボタンを押すと、ファイルが正しく設定されていないので、このファイルはありません。ファイル名をもう一度入れてくださいのメッセージが表示されるようにプログラムをします。右の画面は UTF-8 の CSV ファイルではないものを選んだ場合の表示です。ファイルを選んだ後、データ表示ボタンを押すと、このファイルは UTF-8 の CSV ファイルではありません。ファイル名をもう一度入れてくださいという表示が出るようにプログラムをします。プログラムを見ていきましょう。こちらのモジュールのインポートとボタン A が押された時のプログラムは変更ありません。こちらはボタン B が押された時データ表示を行うプログラムです。こちらのプログラムはトライ、except、else 節を追加したものとなっています。トライの後は、テキストボックスより文字列をアドレスに取得し、CSV ファイルを18行でデータフレームで EF に読み込み表示するプログラムとなっています。例外処理として、ファイル not found エラーが発生した場合に、このファイルはありません。ファイル名をもう一度入れてください、とメッセージで表示します。また UTF-8 でない場合にも、例外処理として、ユニコードデコードエラーが発生しますので、この場合は、このファイルは UTF-8 の CSV ファイルではありません。ファイル名をもう一度入れてください、のメッセージが表示するように設定をしています。正常にファイルが読み込まれた場合は else 節の後の命令が実行され、メッセージにファイルが読み込まれましたが表示されます。
こちらの Windows の設定とファイルアドレス表示用のテキストボックスの記述は変更ありません。こちらのボタンの設定メッセージの設定についても変更ありません。それではプログラムの実行状態をご覧ください。それではファイル読み込み時のエラー処理について見ていきましょう。通常こういう形でファイルを選んで、そしてデータ表示で、正常に働けばこういう形でデータが表示されます。その場合、こちらのメッセージの方にですね、ファイルが読み込まれましたというような表示に、なります。で、ここのところを入力しないで、データ表示したときですね、こういうようなファイルがありません。ファイル名をもう一度入れてください。というような形で表示する。そういう例外処理ですね。後で説明します。で、ファイルを指定したときですね、ファイルの種類が違った場合にですね、ファイルが読み込めない場合もエラーとなります。この場合ですね、UTF-8 でない場合、こういう形でUTF-8 のファイルではありませんというような表示になるような形のエラー処理、を行っています。それではプログラムを見ていきましょう。で、プログラムはこちらが Windows の設定ですね。そして、ファイルアドレス用の表示用のテキストボックスをここで表示してます。そしてボタンの設定でメッセージの設定の記述があります。これは前回、説明した通りになっています。で、例外処理のとこですね、ボタン B、ここボタン B ですね。間違えました。ボタン B が押されたとき、ここの、トライセスのとこですね、ここに、実行する記述が書いています。アドレスという変数に、テキストボックスからの入力をこちらに渡して、そしてこちらで、CSV ファイルを読み込む記述ですね。そして、こちらにコンソール、こちらの方にこういう形で読み込んだデータを表示するっていうのが、トライセスに書いています。で、ここでエラーが起こったとき、エラーの種類としては、ファイルが存在しないっていう、ファイル not found error の場合は、メッセージにこのファイルがありません。ファイル名をもう一度入れてくださいっていうのが表示される場合のエラーと、ユニコードでコードエラーっていうのがあります。これは UTF-8 でない場合に発生するエラーです。この場合はメッセージにこのファイルは UTF-8 の CSV ファイルではありません。ファイル名をもう一度入れてくださいというようなメッセージが表示されるようになっています。そして、こちらですね、else、正しく実行された場合にはファイルが読み込まれましたというメッセージが表示されるようになります。これではなくこれの場合っていうことですね。そういう形でプログラムが作られています。もう一回実行してみましょうか。ここでこれをこのまま押すとファイルがありませんっていうことですね。で、ファイル指定して正しいファイルを読み込むとこういう形で表示されます。ところがUTF-8 でない場合
にこういう形でですね、エラーメッセージが表示されるというプログラムになります。